はい、講演依頼 .com 新聞土です。今日はですね、タレントの浅木邦子さんに入っていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浅木邦子です。よろしくお願いします。お願いします。浅木さんのことはですね、もうほとんどの方ご存知だとは思うんですが、改めてご本人で自己紹介の方をお願いいたします。はい。タレントの浅木邦子です。もう、芸能生活39年になりました。年が分かってしまいますけれども。長く、タレントとして、テレビですとか、ラジオ、その他のメディアでいろいろ、情報番組の司会ですとか、それからクイズの回答者ですとか、時々はドラマなんかにも出演させていただいたりしながら、あっという間に39年でございます。ただですね、実は、ここ数年はタレントとしての活動だけではなくって、実は、薬膳って皆さんご存知でしょうか？東洋医学に基づく食養生なんですが、この薬膳に関する資格を取りまして、国際薬膳師、薬膳研究家、そして、薬膳の元である東洋医学の勉強もしまして、薬膳中医師という資格も取りました。今はですね、タレントとしての、情報発信と同時に、特にね、今このコロナも問題になっているような中で、皆さんの心身の健康についての情報発信、レシピのご紹介も含めて、生活習慣ですとか、そういう発信もさせていただいているところです。薬膳の資格とか、そういったお勉強されることになったきっかけってどういったところからなんですか？はい、もうかれこれ10年近く前になるんですが、もう間もなく50になるなという50の大台に乗るぞという頃にですね、実は2つ大きな病気をいたしまして、1つが脳梗塞。ある日いきなりですね、発作が起こりまして、私の場合は右半身だったんですけれど、麻痺して動かなくなるというような発作があって、それまで本当に一切病気知らずというか健康自慢だったんですが、いきなりそういう発作があって、結果脳梗塞だったんですね。で、幸い非常に手当ても早く適切にしていただいたおかげで、後遺症も残らず復活することができたんですけれども、そこでほっとしたのもつかの間、今度は乳がんをやりまして、それもなんて言うんでしょうか、右と左と両方に、同時に2箇所できるというようなことがありまして、で、これもまたですね、大変幸いなことに非常に早期に発見していただいたということで、おかげさまで今、9年経ってまだ再発もなく無事に過ごせてはいるんですが、要はですね、それまですっかり健康に自信を持っていた自分、そんな自分も50歳という大台に乗るときに2つの大きな病気をしたということが、一つのきっかけで、それまで仕事や子育ての忙しさで自分自身の健康管理っていうものをおろそかにしていたことを反省いたしまして、で、生活習慣の改善。で、中でも、食事がやっぱり一番基本だということで、そこで東洋医学の勉強を始めて、そして薬膳の資格を取るに至ったというのが、経過なんですね。薬膳の料理以外にも、いろんな料理のご紹介とか、その YouTube とかでもやられてらっしゃいますよね。はい。薬膳っていうふうに言いますとね、どうしても皆さんなんでしょう、漢方薬が入っていたり、なんかこの木の根っこみたいなのぐつぐつ煮込んだり、なんか非常にややこしい、難しいものを想像なさると思うんですが、もちろんそういうのもあるんですね。非常に、珍しい漢方薬なんかにも使われるような、いわゆる生薬ですね。そういったものを使って作るお料理というのはもちろんあるんですけれども、ただ薬膳の考え方の基本というのは、要はですね、肉体というもの、人の体というのも自然の大きな大自然の中の一つですね。肉体という小宇宙。ですから、肉体、そしてその肉体の周りにある環境、大自然ですね。そういうものの声をよく聞いて、そして食事をするというのが基本なんですね。もうちょっとわかりやすく言うと、その土地、今自分たちが暮らしている環境ですね。どんな土地に住んで、どんな環境の中で生きているのか。それから、自分自身ですね。その環境で生きる自分自身、一人一人体質が違うわけですね。自分はどんな体質なんだろう。それから、
そのある環境の中で生きるある体質の人間でも、その日その日で体調も違いますよね。非常に肉体的に疲れる日もあれば、非常に精神的に疲れる日もあれば。そうした、どんな環境の中で生きる、どういう体質の人間が、今日はどんな体調なんだろう。自分自身ですね。そういう中で、じゃあ今日はこれを食べよう。例えば今日は非常に寒い日だから、体をしっかり温めるものを食べよう。今日はとっても暑いから、熱中症にならないように体をしっかり冷ますものを食べようとか。もともと私は、虚弱体質だったり、アレルギーがあったりするから、それに合ったものを食べようとか。あるいは、いつも元気いっぱいの私だけど、今日は一日とっても頭を使っちゃったわって言ったら、頭を休めるものを食べようとか。そういうふうに自分の体の声を聞いてご飯を食べるのが、薬膳なんですね。ですから、例えば、もし皆さんが夕べ、お友達と、おしゃべりしながら飲みすぎた。朝起きたらものすごい、二日酔いみたいな。じゃあ、そしたらどうしましょうかって言ったら、例えばじゃあ、酔い覚ましに酔いという柿を剥いて食べたとします。そうすると、ただ柿を食べれば、それはただの柿なんだけど、もし、その二日酔いを収めるために柿をジュースにしてね、食べました、すりおろして食べましたと言えば、それは薬膳柿、デザートになるんですね。例えば、最近ここのところちょっと胃の調子が悪いから、朝はいつもトーストだったんだけど、しばらくはお粥に変えてみようと思ったとしますよね。そうするとそこで食べるのはただの米ですけれども、お粥にして食べる。そうするとそれは薬膳粥。いつものその胃腸の調子を整えるために食べるお粥は薬膳粥なんですね。そうやって考えると、今の体に必要なものを食べるということは、別に難しい木の根っこが入っていなくっても、ただのお粥であっても、ただの果物一つであっても、あるいはお茶の一杯であっても、それは今の自分の体に必要だと思って取り入れれば、それは薬膳になるという。なので、実は皆さん、そんなことなら私も意外と薬膳っぽいことしてたわって思う方もおられると思うんですね。例えば自分の体のためにカフェインの入ってないノンカフェインのお茶に変えましたっていう方があれば、それはもうその方にとっての薬膳茶ということになるんですね。ですから、決して難しいものではなくって、1日3回のお食事の時に自分の体の声を聞く。それが薬膳という考え方なんですね。その薬膳に目覚めたのが50代に入ってからなんですけれども、あっという間に時は過ぎ去ってですね、私今年、ついに還暦なんですよ。いよいよ還暦で60の大台に乗る年に入りまして、改めてまたね、今、人生100年時代というようなことが言われて、いかに健康寿命を長くしていくか。体も心も。それからまた子育てとか、それからお仕事とか、ある種一段落して、60にもなればそろそろ定年の声も聞こえてくるような、そういう中で、心も体も第二の人生に向かって、どんな風に準備をしていったらいいんだろうとか、どんな風にね、新しい地平へ突入していけばいいんだろうって、我々世代共通の悩みというか、だと思うんですね。ですから私は薬膳という一つの入り口から皆さんとそういう第二の人生をどんなふうに共に生きていきましょうかということを、考えていきたいな、お話ししていきたいし、皆さんからもいろんなヒントをいただきたいなって思う今日この頃なんです。ありがとうございます。はい、すぐ講演のこともね、お話いただいたと思うんですけど、はい、最近多い講演、テーマだったりとか、聴講者の方々、そういったところは、お聞きできればと思うんですけども。もちろんその時にお話しするテーマにもよるんですけれども、私自身、その子供を育てながら仕事をしてきたということもありますので、今の現役子育て世代の皆さんの前でお話しさせていただく時もあります。ちょっと先輩ママとしてというか、やはりね、今、
いろんなそのストレスフルな時代の中でいかにしてお子さん育てていくかということで、非常に悩んだり、あるいはご自身でね、あまりにもたくさんのものを一人で背負ってしまって悩みを抱えていらっしゃる方もある。そういう中で、いやいや、あなた一人の問題じゃない、みんな同じように考えていることもあるねっていうような、そういう、ですから30代から40代の子育て世代の方とお話しさせていただくということもあります。それとやはり多いのは同世代。だいたい50過ぎてから、60代、ちょっとお姉さんだと70ぐらいの方まで、やっぱりこれから、いろいろな荷物は下ろした。お仕事や子育てには一段落したけれども、今度はやっぱり、私自身もそうですが、子育て終わったら終わったで、子供たちに迷惑をかけないようにこれから新たにもう一度自立していく、子離れして自分の生活を立て直していくっていうこともやっぱあるんですね。でそういう時には本当に同世代、同じ時代、同じ世代で同じ悩みを抱える人間としてどう生きていくか、体づくりとか、それからあと第二のキャリア、ですね。もちろんお仕事であったり、あるいは社会活動でもいいし、もしかしたら趣味でもいいんですけれど、何か仕事とか子育てから解放されて、ちょっとぽっかりと燃え尽き症候群じゃないですけど、これから何をしたらいいんだろう、私って本当に世の中から必要とされているのかしらみたいな、そんな思いを持つ世代でもある。そういう方々と、私にもそういう部分がある。一緒に考えていきましょうという形でお話をさせていただくということも随分多く増えてきたと思います。ですからこの二つですかね、やっぱり私が過去に経験したことの中からお話しできること。それと、これから共に歩んでいく同世代の同志としてお互いに考えていきましょうという中でお話ししていくこと。で、その中で私がお話のフックとするのは、健康ですね、体づくり。特に食事を中心とした体づくりですとか。あるいは私自身、薬膳ですけれども、私は薬膳というものに出会って、それまでずっと芸能界一辺倒だったところから一つ違う世界が開けたんですね。そうすると、私の場合はたまたま食用上薬膳でしたけれども、その他に様々な社会活動ですとか、ボランティアでもいいですし、また全然違う職業に巡り合う方もあるんですね。どうやって今までの生きてきた人生とは違う新しい世界と出会うかっていう、そのセカンドキャリアの、作り方みたいなところもお話しさせていただいたりしています。3、40代以降の方であれば、いろんなところで、いろんなテーマでですね、お話しいただけるということですよね。はい。その限られた60分とか90分のお時間の中で、さぎさんが、大切にしている、講演において大切にしているポイントっていうのがあれば教えていただきたいんですけども。はい。やはり、本当に忙しいね、人生、生活の中で1時間とか1時間半という時間を私と一緒に過ごそうって思ってくださる方々なんですよね。ですから、やっぱりそこは、なんて言うんでしょう。私の中でも一期一会じゃないですけれど、何か60分、90分という時間の中でも、同じ時間を共有したという、なんて言うんでしょうね。お互い同じ時代に生きて、そして短くても同じ時間を共有した同士というような、何か励まし合えるような時間、空間みたいなものが、共有できるようにっていう風な気持ちはありますね。ですから、オンラインでお話しさせていただくときでも、あるいは会場で、大抵の場合会場ですと、ちょっと一段高いところに立たせていただくんですけれども、気持ちはフラットに同じ地平に立って、私もお話しするし、皆さんのお顔も見たいし、あるいは皆さんのご意見やお声も聞きたいし、何か同じ時代に生きて、ほんのわずか同じ時間を共に過ごしたなっていう、そんな気持ちが何かこれからも皆さんの中で、ちょっとした元気の源になってくれたり、ちょっとした話題の種になってくれたりしたら嬉しいなという、そういう気持ちでいつも臨んでいます。やっぱりね、第二の人生とかセカンドキャリアって言い方をしますけれど、
ぱり私もね、還暦なんかを目の前にすると、確かにまだまだこれからだ。人生80歳、90歳までとなったらこれから先は長い。でも同時に、やはり同世代で、それこそ、本当に不慮の死。まあ、もう同世代だと同級生の訃報を聞くこともあるんですね。ですからこの年になると、これからの長い人生をどう生きようかということと、いや、もしかしたら長くないかもしれない。もしかしたら時間は非常に限られているのかもしれない。これ分からないんですよね、自分では。そんな中で、やっぱり一日一日の大切さって若い時以上に強く感じる部分ってあるんですよね。そういう非常に大事な、もしかしたら長いかもしれない。でももしかしたら本当に短いかもしれない。そういう短いかもしれない。その貴重な時間を誰と過ごそうかってとっても大事。その時に皆さんの選択肢の中に浅木邦子と過ごそうって、そんな風に感じてくださるっていうことは、私にとっては大変にありがたいことで、同時に私も皆さんのところに行って皆さんと話したい。そういうふうに思う時間があるっていうことは、私の人生にとってもとっても意義のあることなんですね。なんか、共に時間を過ごすということの大切さみたいなものを、噛み締めながら皆さんと出会いたいっていうのが、私が講演に臨む時の気持ちですね。要は楽しく過ごしたい。一緒に楽しく過ごしましょうというのが、もう私の一番の、望みです。ありがとうございます。じゃあ、ぜひ、一期一会をですね、大切に。はい。ご講演、皆さん楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。